皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、よろしくお願いす。します。はい、お願いしまもう野す。球の話がだいぶなんて言いますか、はい、本質的な話になってきまして、一はい、体野球っていうのは何が面白いのか、どの顔が面白いのか、でも、うん、今年のドジャースのワールドシリーズほど面白いものはなかったと私のような昔から野球を見ている人はわかるんですけれども、はい、これを野球を知らない人に伝えようと思うとものすごく難しいんですようね。ん、私は実はラスベガスで、はい、ギャグ、なんていうか、あれは、コメディアン、はい、はい、スタンダップコメディアンがはい、はい、野球のセールスマンってやってるのを見たことあるんですよ。うん、で、野球のセールスマンとしてアメリカの、それこそ星条旗の服みたいなの着たのが出てきて、うん、あの、南の島の野球を知らないところの王様に野球を売るんですよね。で、そのはい、時に、まず最初に9人の、プレイヤーが、グラウンドに出ますと。そこに一人の、バットを持った男が現れますなんて言うと、こ9対1では不公平じゃないかって言って怒るんですよね、王様が。で、その次に、ディフェンスのピッチャーがまずボールを投げますと言ったら、ディフェンスから攻撃するっていうのはおかしいじゃないかって言うんですよね。そういうところに対して、最後、それこそ、インフィールドフライまで教えるのは相当難しいなと思いながら、ただ、見ている人みんなアメリカ人ですから笑うわけですよね。で、それうん、ほど分かりにくいベースボールを俺たちは楽しんでるんだっていうすごい自負っていうんですかね。それを感じましたね、その時にはね。というようなことで、今回も野球の話、面白い話をいっぱい聞かせてもらいたいと思います。福島良一さん、大リーグ評論家の福島良一さんと、おやえー米スポーツライターの小林信也さんです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。しくお願福いします。島さん、そのはい。ラスベガスのセールスマンの話って面白いでしょ？あ、そうですね。ええ、いやー、これご存知面白かった。じゃなかったですか？いや、なんか聞いたこともありますけども、そうですか、やっ改ぱり。めて、はい。ホワイティングさんにね、教えられて、あ、絶対に見たら面白いからって言われて。そうでしたか。そうだった。福島さんが、ええ、メジャーではなくて野球最初に見られたっていうか感じられたって何歳ぐらいの時だったですか？ね。最初は、いや、結構遅かったんですけども、ええ。小学校6年生でしたかあ、そね。れでもいいでしょ。小学校ぐらいですよはい。ね。その時私ももちろんもっと低かったけれども、小学校はい。1、2年の時から、はい。普通そのぐらいでしょうでね。したけども、そのくらいでないと野球のことってどうなんですかね。わからないのかな。いや、そうなんですよ。僕も最初うん。はルールがわからないし、うん。全然興味がなかったんですけども、ええ。やっぱり好きになったきっかけは、野球場で見たときですね。ああ、それはなぜでしょうね。野球場が面白かった。大きくっはい、て、当時、東京後広くっ楽園、て。東京後楽うん。園球場のナイターでしたけはい。ども、はい。やっぱグラウンドとスタジアム、あれ見たときに、あ夢のような空間でしたね。あ、それにナイターですから、カクテルはい。光線がこそうなんですう、出て、よ。美しくそうですて。ね。はい。私も甲子園球場に小うん。学4年生ぐらいの時、初めて行って、だんだん夕闇になってきて、カクテはい。ル光線が明るくなってくる時って、ええ。興奮しましたね、やっぱりそうですよ思ったね。ね。はい。さあ、小林さんいかがですか？こんな話から始まってしまいましたけれども。僕は、やっぱり雪国の生まれなので、そっはい。か。スタジアムっていうのは、
小学校6年ぐらいの時に甲子園に連れて行かれて、はいはい。カクテルライトですけど、その時にはもう野球が大好きになってましたから、はい、すでに。はい。でもよく考えると、もしかしたら黒い秘密兵器とか、巨人の星といった、あで、それが割と夢中になるきっかけだったかもしれないですあ、ね。なるほどね。そうで確かにすね。そう。僕もちょうど巨人の星だったんですよ。ああ、やっぱり。はい。ちょ、そう、やっぱり巨人の星というのはかなりの力を持ってましたね。そうでした。先ほど言いましたロバート・ホワイティングさんもあうん。んなに面白い漫画はなかったというふうに今でもおっしゃってえるぐらいですからね。はい。ああ、でも巨人のはい、星の中でもね、やっはい、ぱり福島さん、その前回おっしゃった、アメリカの野球はすごいから憧れてて、うん、要するはい。に日本にはもう手の届かない世界っていうね、そういええう前提があったじゃないですか。はい。あります。だから漫画の中にも、大リーガーとかっていうのはもう絶対抑えられないバッターとかね、はい。うん。そういう前提でしたよね。そうでしたね。ちょうどだから見てすぐに日米野球でセントルスカージナルスがやってきはて、い、はい。それを見たときにまたもう一気にメジャーリーグに興味を持ちましたね。ああ、やっぱりどうなんですかアメリカ人は体が大きいなとか、パワーがすごいなとか、そういうことから入られましたですか？そうですね。やっぱりうん、ユニフォームのかっこよさとか、ああとはやっぱりピッチングにしろ、バッティングにしろ、あ、はあとい、豪快なフォーム、はい。はい。パワーとか、やっぱそういったものに単純に憧れました。なるほど。巨人の星の漫画でもそうでしたね。なんかそうなんです。もうでっかいこうな、まあちょっと言葉悪いですけど、ええ。ケムクジャラのアうん。メリカ人がこう日本人を見下してボールを打つという、そうそう。そういうような時代でしたそれね。こそ今言ったカーディナルスが来たはい。時は、巨人の星の、漫画化されたんですけども、はい。架空の人物でアームストロング・オズマっていうのが、オズあマですね。出てきて、あ、はい。はい、星飛雄馬と対決して、うん。なるほど。ああいうのを見てますます本場アメリカに興味持ちました。で、なる特にやっぱりほど。当時のアメリカというのは、僕なんかにとっては本当にはるか遠い、夢の国ですから、夢のう存在ですん。ので、うん。なおさら憧れましたね。なるほどね。やっぱり、小林さん、そのはい。辺で、巨人の星からメジャーリーグの方に憧れるというにはいきませんでしたですか？高僕ね、高校球児としては。1970年だから、中はい。うん。高2年生ですかね。はい。あの時サンフランシスコジャイアンツが春にそうなんですよ。あ、なんですよ。春、うん。で、はい。それ、たまたま姉が大学生で、僕はこの東京に出てきて、うん。なんかええ、連れてってくれて、東京球場ですよね、あそうでれ。した。はい。はい。これああ、ね、見たときに、うん。いや最近原稿書いたんで、ええ、実はその試合で、長嶋さんも王さんもホームラン打ってたらしいんですけど、はい。うん。全然覚えてないんですよ。で、おー。覚えているのは、ウィリー・メイズですよ。はい、そうでした。ああ、ウィリー・メッツすごい。ウィリー・メイズの確かセンター前に転がるゴロのヒットだったと思うんですけど、うん。ええ。あまりの速さに、うん。なんだこれはと思ったのが、それだけあ覚えてるんですよ。あ。はあ。ああ。うん、福島さん、はい。ご存知だったですか？いやいや、そう。それはもうあの時一番っていうか見てましたよ。ああ、そうですか。はい、3月に、まずだし、3月に来たっていうのはびっくりしたし、はい。で、向こうはだから、キャンプオープン戦の期間ですので、うん。またメンバーがすごいんですよ。もう40人ぐらい来たんですよ。ああ、そうだったんですだからメか。ジャーの選手はもちろんのこと、はい。生き乗りかけた若い選手たちまで。ええ。で、とにかく当時のジャイアンツっていうのは、小林さんおっしゃったうん。ように、ウィリー・メイズという、はい。はい、史上最高の万能外野手と言われるメイズそうがいて、ですね。はい。あとはウィリー・マッコビーという左の大砲もいあ、たんですよ。マッコビー、はい。うで、さらにん。はエースがですね、ファン・マリシャルといって、あはい。そこにその3人が 3M と言われたんですけどあ、も、はい。ああ、なるほど。うん。他にもね、あれですよ、今やもう、バリー・ボンズのお父さんですけども、はい、ロイ・ボンはい。ズっていう、はい。はい。うん。彼がいて、
で、ピッチャーではゲイルド・ペリーというね、わ、忘れのつけてるピッチャー、イカはサマ投手もいたし、い、イカサマ。はい。で、その一方ではね、後に日本のプロ野球に来る、はい。阪急のバーニー・ウィリアムスとか、あとはあ中日に入ったテイラーとかね、そういった選手たち見てね、本当にあれは見応えがあったし、あ、はい。なるほどね。僕はちょっと時代的になんかこう戸惑ってるのは、今言われたバリー・ボンズのお父さんっていうのがまだ新人クラスで、はい、そうです。メジャーに入っても2年目か3年目ぐらいの感じだったんですかね。そうなんですよ。まだ売れた中の頃でした。なるほど。僕にとっては、ボンズっていうのは若い新人だったのに、なんかその子供がもう、何みたいな。そうなんですよ。それがすごい戸惑ったっていうか、と思ったのが、未だにこう、二人が別人なのか、そんな感じが残っております。そうですね。まあ、当時のその日米野球っていうのは、読売新聞社と確か毎日新聞社ですかね。はい、そうです。順番に招いてやっていたと。で、考えてみたら、それは戦前の、それこそ読売新聞社が、アメリカのメジャーリーグのオールスターチームを招いた昭和9年と11年でしたか。はいはい。それからの、まあ、ある意味伝統というのがあって、それで日米野球がずっと続いていたわけですよね。で、そのうちなんか日米野球の人気があまりなくなってきたっていうか、そういう状態になった時に、マッシー村上さんがまずはアメリカに行って、そうです。南海ホークスで、まあ練習生として行かれたのが、大活躍して、サンフランシスコジャイアンツで活躍するんですけれど、その後日米の関係が途切れますよね。そうです。長い間。それで、その後、野茂さんですよね。生まれたのが。その野茂さんのあたりから、ひょっとしてこれ、野茂通じるじゃないっていうようなことになってきましたよね。そうなんですよ。野茂さんがアメリカに行かれた時には、この前、小林さんとの話で出たと思い、私話したと思いますけれども、野茂さんアメリカにメジャーリーグに入った時に、もうすぐに尻尾巻いて帰ってくるとかね、もう通用するわけないとか、もう朝日新聞に出た10人のコメントの中に私も入ってたんですけど、頑張れって言ってね、言うと褒めたの私だけでしたよ。そうでしたか。私ともう一人だけですよ、10人のうち。確かにそういう時代でした。もう全部が否定して、日本の野球を裏切ったとかね、言われた時代。これが、野茂さんに後から聞いたら、社会人野球として交流してたから、もう通じるのは分かっていたって言ったんですよね。彼自身がですか。そうです。なるほど。そうです。ソウルオリンピックにも出ていたし、それでそのアメリカの選手たちがメジャーに入ってるんだから、自分が行っても通じるはずだと。だから自信ということまでは言えないけれども、そんな怖がってることはなかったっていうふうに言ってたんですよね。そういう感じに変わってきましたよね。なので、行く人が通じてきて、してきて、そして大谷で通用するどころか上に行っちゃったみたいなところまで行ったって感じですかね。そうです。これの、なんて言いますか、アメリカの方に利用されているのか、それとも日本が征服しているのか、どっちですかね、福島さん。いや、それはまあ両方でしょうけども。両方ですか。はい。まあでもまずはメジャーリーグですよね。やっぱ今や本当に日本国内でのメジャー人気もね、まあ連日の報道でもわかるようにすごいですし。いや、すごいですし、それからドジャースのツアーですか、もうなんか100万円単位のツアーに行ってる人も少なくないというような、これはもう、ある意味ではメジャーリーグの狙い通り。そうです。と言っていいわけですね。まあ本当に1995年のドジャースのの活躍から、メジャーリーグの世界戦略が本格的に始まりましたし、まあ全てはそこからでしたね、この30年間。なるほどね。で、全てはそこからで、日本はアメリカにどうなんでしょう。征服されたんでしょうか。
それともアメリカに侵略していってるんでしょうか。どっちでしょうか。それどうなんでしょうかね、小林さんね。これはどう見たらいいですかね、小林さん。どうですいや、か。よくね、その1995年の野茂さんの時、そのストライキ明けですよね。ああ、そうでした、そうです。ちょうど。で、はい。そうです。そこからそのメジャーリーグの組織改革も始まって、うん。コミッショナーを中心とした完全にその全球団がなんかビジネスをもううん。やり替えて、日本と結構同じぐらいのビジネススケールだったのが、うん。もう今や全然ってよくうん。聞くんですけど、はい。本当にそこからあれですか、福島さん、はい。大きくビジネスも変わったんですか？あ、確かに変わりましたね。まあおー。本当そこからやっぱり本格的にメジャーリーグも、世界戦略を狙って、うん。市場開拓を始めて、まあそのためにいかに野球を、メジャーリーグのゲームを魅力的なものにするかっていうことで、もううどんどんん。ルールなども改正してきたし、うん。まあ本当にそれをきっかけに、まあ21世紀はもうメジャーリーグの黄金時代とも言われるぐらいの、はい、時代になってきましたね。なんか僕が今、記憶に蘇ったのは、選手の給料が高くなりすぎるから、なんとかうん。オーナー側がそれを抑えようみたいな時期がうん。あったように思うんですが、うん。今はもう両方で天井なしのうん。両方ですごいうん。金額になると、前のシリーズでも僕ちょっと言いましたけど、うん。今回のね、ワールドシリーズも外野席が15万円とか、そうなんですよ。それでいいんでしょうかって言ってもあるけど。いや、そこはやっぱりちょっとね、昔の、だから、例えばドジャースで言うと、オマリー時代のはい。ユータモリさんとか考えのはい。ことはちょっとね、時代がかかってきちゃいました。そうですね。うん、とにかく私が、昔はメジャーはい。リーグというと、やっぱりチケットの安さが売りうん。物で、日本のプロ野球に比べると、やっぱりチケットが安かったっていうのがですね、やそっぱりそこが一番の売り物であり、フう。ァンサービスうん。だったんだけど、今や全くそれが変わっちゃいましたね、小林さん言うですね。通り。私がメジャーの取材始めた頃は、そのオマリーさんにインタビューなんかした時は、はい。外野1ドルでしたからね。そうそね、う。だから1ドルでも、はい。シカゴ、カブスはその時確か50セントだったかな。うん。なんかそのぐらいで、はい。野球というのはそういうのが常識だったとはい。いうのが今完全に変わりましたね。うん。これは、それでもお客さん入ってるという事実はありますよね。そうなんですよ。うまあだからはっきりん。言うと、まあ今のメジャーリーグというのは、まあなかなかこう家族4人で楽しむっていうような、お金ではなくなりましたね。やっぱりというか、うん。でもそそうです。れでもね、それでもやっぱり入るんですよ。今年はだから、メジャー全体の観客動員数がはい。7100万人とか、はい。はい、3年連続で7000万人超えてますし、うん。中でもドジャースが球団史上初めて400万人を超えましたし、超えた。うん、はい。そうですね。で、おま福島けに、さんご存知かどうかわかりまはい。せんけど、ねあの、やっぱり1ドルとか50セントでね、チケット握りしめて外野席に走ってうん。上がれた子供たちが、はい。うん。今はもういないわけじゃないですか。そうですね。そうすると、どうなんですかアメリカ、まあ今日本では野球少年がもう激減してますけども、うん。うん。アメリカではどうなんですかね相変わらず親子でキャッチボール、まあアメリカは場所があるからできるかもしれない。うん。うん。うん。野球少年っていうのはちゃんと育ってるんでしょうかね。あ、それ確かに育ってますね。まあ昔に比べるとちょっとまあ野球人口は日本と同じように減ってるとも言われてるんですけども、まあそれでもやっぱり昔からやっぱり野球というものは、まあ親子のキャッチボールで始まるように、うん。やっぱりファミリーエンターテインメントとして成り立うっていますので、ん。まあそのあたりはまあ、ディズニーランドなどのアミューズメントパークと同じように、やっぱり家族で楽しむっていうことをモットーにしてますし、うん。で特にやっぱり親子の、つながりというものは、これはもう昔と変わらず、だからこそ、今もますますメジャーリーグにおいては、親子選手は増えていますし、うん。ああ、そうですね。ええ、お父さんもメジャーのだっはい、たという、それこそ、うん、ボンズ親子を出さなくても、はい、あの選手も、ブルージェイズのあ、ゲレーロ、選手も、はい、そうでしたね。そうです。なるほど。それに中南米の選手うん、は、もう子供でもう野球いっぱいやってる人がいると。うん。
いうところで、はい。選手の供給も世界的に広がって、うん。値段もどんどん入場料も上がったけれどうん。も、ますますこれからまだ広がりそうなはい。感じですか。で、まあ、一時期はですね、メジャーリーグっていうか野球のファンは、若者がどんどん離れていったんですよ。はいはい、そうですね。はい。まあ、どっちかっていうと、フットボールやバスケッうん、ト、アイスホッうん、ケーの方が人気あったんですよ。うん。でも、ここに来てメジャーリーグは、ルール改正によって、一はい。気にまた若者のファンを取り戻しましたね。そのルール改正というのは大きなかったのは、どれを指してる？まあ、やっぱり一番大きいのは試合時間短縮のためのピッチクロックですああ、ね。タイムクロック、はい。はい。ピッチクロックですね。そうです。ああ、それなるによって、まほど。あ、今年で3年目でしたけども、はい。今シーズンのメジャーリーグの、平均試合時間は約2時間40分でしたし、はい。だから、あれですよ、今年ワールドシリーズの延長18回の試合もありましたけど、はい、はい。実は7年前にもワールドシリーズでドジャース延長18回の試合やってるんですよ。うその時は試合ーん。時間が7時間20分もあったんですけど、はい。今年の延長18回は6時間39分でした。ああ、なるしかも、ほどね。前回よりも今年の方が両リーグ通じて、両チーム通じて、うん。ピッチャーの球数ははるかに多かったんですよ。うあまく小あ、幅に試合時間を短縮されました。なるほど。だってまあそんなに長いっていう感じがしないっていう、声が多かったでうん。すね。まあ、内容的に面白かったし、長いと感じはなかったですけどね、テレビで見ていても。ええ、でも、そういう、なんて言いますか、そういう形が、選手にもこう浸透してきたっていうようなことがうん。言えるんでしょうかね。はい。まあそれとあれなるほど。ですよ、ベース拡大ですよ。そうですね。はい。ベース拡大と同時に、ピッチャーの牽制球が2回までという。はい。つまり、盗塁をしやすいようにしたわけなんですよ。はい、はい。それによってメジャーリーグの試合におけるパワーとスピードのバランスが是正されてきて、うん。今年なんかシーズンで30本塁打、30盗塁以上達成した、いわゆるはい。30-30がはい。7人もねよ。おー、なるほど。で、これこそがやっぱりパワーとスピードというものが、やっぱり野球の二大要素ですし、はい。特に若者はそのスピードに憧れるんで、うん。スピーディーなゲーム、そしてスピーディーな展開、うそういったものにん。憧れるんで、本当に今、メジャーリーグの試合というのは、若者にも、はい、うん。支持されています。要するに面白くなってきたというふはい、うに言っていいメジャーリーグ。そう。で、やっぱりそうおっあ、しゃるように、ゲーム一つ一つが面白いんですよ。いやー、ワールドシリーズでも、まあ、いい守備、ディフはい。ェンスもすごかったですね、あのそうなんです。守りも。はい。本当に、見ていていい試合だったっていうか、いいうん。ベースボールだったですよね。なんか、100何年ぶりの優勝だというので騒ぐんじゃはい。なくって、その野球そのものが見て面白かったっていう、そうなんです。そういう感じですね。で、まあ、最近は、まあ、メジャーリーグ30球になって、はい。やっぱりそのチームによる競争力のバランスがですね、崩れてるんですよ。ああ、なだからるほど。強すぎるチームもあると、逆に弱すぎるチームもあると。はいだってはいはい。去年今年は2年続けて100勝以上したチームが一つもなかったんですよ。はい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 。はいドジャーはい。スもそうですし。ああ、だからそうそれだけ、か。そのずば抜けて強いチームっていうのがいなかったっていうのも、やっうぱりいい試合ん。が行われている、一つの理由に挙げられるでしょうし、なるほど。はい。やっぱりいかそにやっぱり競争力のバランスをですね、う維持しなん。がら、いいゲームを提供するかってことでしょうね。ああ、そうですね。そうですね。今年のドジャースも最初突っ走った時には、今年もええ。ドジャース優勝かと思っていたら、いはい。やいや、そうではなくって、はい。なんか揉めてきてパドレスとの争いそうです。になってきたりとか、はい。いろいろありましたね。本当はい。にね。小林さはい。ん、日本の野球見習うべきことが、なんか今、福島さんの口からいっぱい出ましたね。いや、僕はもうずーっとスピードアップって言ってるんですけども、うん。まあ、ほんのちょっとですよね、やっとね。だからあ意識がまだまあ、だ、だから今のうん。福島さんの話を野球界の人や選手うにも、ん。もう教えてあげたいですね。なるほどね。で、この前もね、一つ面白い取材を受けてね、はい。高校野球が7回戦はい。
って、で、それどう思うかって言われて、ちょっと考えてるときに、なんで7回にするんだろうって言ったら、まあ暑さ対策もあって、試合時間を短くするっていうのが一番の目的なんだろうなと思うんですけど、でも日本人の野球観が変わらない限り、7回先制にしたら、もっと試合時間が長くなる。長くなるか。つまり1回1回の重さ、ワンアウトの重さが重くなるわけだから。確かに。そうすると、球数も増える、簡単に打つなとか、なんかそういう野球になっちゃうんじゃないかなと。おっしゃる通りだと思います。本当その通りだな。だから結局勝利至上主義とか、スピードアップが大事なんだとか、そこのところをきっちり共有しないと、日本の場合はルールを変えても何も変わらないっていうような気がしないでもないですね。私も最近女のというか、女性の記者から取材を受けることがありまして、日本もピッチクロックっていうのは野球に取り入れられるんでしょうかという質問だったんですけども、いや別に取り入れたらいいんじゃないですかって私なんかもう大賛成ですよっていうふうに言ったら、その女性の記者が、でもあれを使うと日本の応援の選手の歌が歌えなくなっちゃいます。前奏だけでなくなっちゃいますって言われて、どう答えていいのか私は分からなくなったんですけどもね。いや、でも最近日本のプロ野球なんか特に選手の登場曲なんていうのが注目されてるけど、でもメジャーリーグの場合に昔から、打席に立つ前の選手の登場曲は、もう5秒以内と決めてたんですよ。ああ、なるほど。そうですか。そうなんです。というと、日本はやっぱりやった方がいいかと思うんですけど、日もちろんそれを楽しみにしてるファンも多いと思うんだけども。あんなとこ長火ね、前奏曲が流れるで、パンパン、パンパン、パンパンとか言ってる前奏のうちに打っちゃったとかいうのがありますからね、もう。やっぱりテンポが必要なんですよ。5秒以内に決めると、やっぱりいい規則作ってるんだ、メジャーは。だからもう本当昔からメジャーリーグの場合には、オレガン演奏がリードするわけなんだけども、応援を。もうオレガンの奏者はもう5秒演奏したらパッとやめちゃいますから。なるほどね。いや、テンポがいいんですよ。福島さんがおっしゃったテンポっていうのがね、やっぱり素晴らしいですね。だからその試合っていうか、もうそこのグラウンドの空気をテンポで作ってるわけですよね。はい、そうです。それが野球のゲームにも当然影響して、そのリズムでその試合に参加するっていう。これが日本の場合は、ものすごくゆったりしてますからね。そうなんです。そのものすごくゆったりしてるのをまあと呼んだりしたりしていて、それは絶対にまあではないと。いうふうに、シェイクスピアの学者の小田島雄志さんが言っておられたのを私は覚えてます。間というのは、長嶋茂雄がゴロを取った後、投げるまでに1歩2歩走るのを間というんだと。マウンドの上でみんなが集まって会議をするのを間とは言わないというふうにおっしゃってたんですけど、なるほど、その通りだと思いますけど。確かにね、その昔はもう、例えばもう100年前ぐらいは、その間っていうものがやっぱり野球の良さだったんですよ。まるで時計の振り子のような。要するに、なるほどね。でもやっぱりいろいろ考えたりもできるしと。今ではもう時代が変わってきて、非常に今やもう本当にもう日米、もう世界がすべてスピーディーな時代になってるんですよ。なるほど。わかりました。その中で野球の試合3時間っていうのはあまりにも退屈になっちゃうんですよね。そうですね。よっぽど好きで時間が必要ないと。長いですよね。いや、今日はもう福島さんにもメジャーがなぜ素晴らしかったのかってよくよくわかりましたけども。もうあと1回最後、ゲストにお招きして、さて日本の野球どうしましょうという話をしましょう。そうしたら、ということで、第2回目福島さん、小林さん、ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、ドジャース連覇と大谷山本の活躍から野球の日米関係を考えるのエピソード3、MPB が MLB の2軍から脱却する方法を提案するです。
引き続き福島さんと小林さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。